世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。よく言われるのがですね、品格を磨きなさいとかですね、品格と美学みたいな本ってすんごいあると思うんですけども、品格っていうものがですね、そもそも何なのかっていうところと、その男性にしろ女性にしろ品格っていうのはどうやって身につければいいのか、ちょっと教えていただきたいんですけれども。皆さんがね、さらに素晴らしい人になってほしいということで、品格っていう、そういう本も出ていらっしゃるっていうことですけれどね、私たちみんな染め上げていい人になりたいとかね、一般的にはねいい人になるって染め上げていくのかなっていうことでね、そうすると何か演じていると不自然なものも出てくるのかなって、すごく疲れたりね、虚勢を張ったりね、もちろんその学歴社会で学歴がどうとかね、そういうことも多少家柄とかね、その人の本質の良さっていうものを引き出す品格、私たちはすごくね、内側にすごい完全なる自分っていうものを持っているんですね。もともと神様がそういうふうにね、私たち送られてきて、ね、そういう自分を知らないから、いろいろ戸惑いながらね、先輩の人の振り見て我が振り直せとかね、いろいろな情報を集めて試行錯誤しながらね、自分というものをね染め上げていったと思うんですね。だからそこには常にこだわりがたくさんついてしまうかもしれないし、あるいは自信のないものを虚勢を張ってそういうものを隠してるかもしれないし、でももちろん清潔にしてね、いいクオリティのいい時計とかね、いい靴を履くとかね、素晴らしい仕立ての背広を着るとか、クオリティのいいものをね、そういう、見た目もねもちろん大切だとは思いますけれども、清潔にするとかね、姿勢を良くするとかね、でそつなくいろいろ知識をいっぱい満載、いろいろ情報を仕入れといてね、何でも喋れる人になるとかね、そういうの努力をしてるのかもしれないですけれどね。でも順に老化したりね、ずっと品格のいい人で生き続けるっていうのはすごく大変なのかなって、どんどん頭も硬くなるし、老化したり頑固になったり、自分のやり方を押し付けたりね、だから本当に理想的な品格のある人っていうのをね、探して難しいような気がするのね。人間は行動するとね、行動したことが結果になって自分を表してキャラクターになっていくわけで、いろいろなキャラクターの人がいるわけですよ。どのエネルギーを使ったかっていうことでカルマって言うんですけどね、だから良いことをしてたら良い結果が出る、思いやりを使ってたら思いやりのある人になるとかね、自分のことしか考えてない人はセルフィッシュなエネルギーになるかもしれないしね。だから調和の図られた何を使ったらいいかっていうのを自然にね、それを私たちの本質っていうのはすごくね、もともとはすごく完成されていて、で調和に満ちていて、愛に満ちていて、生命力もたくさんあってね、愛もあってって。だけどそれと同時にこの私たちはね、体っていうものをいただいて、心をいただいて運転してるわけですよ。その運転がねやっぱ不安で正しく使ってなくて恐怖から使ったりね、不安で使ってるから余計なことをしているわけ。だから疑ったりとかね、余計なことをしてしまってかえっていいエネルギーが降り注がなくなって、そういう余計なことで消耗してしまって
言い訳をするとかね、自分をよく見せるために言い訳をするとかね、自己防衛をして、でいい本質のものをこう曇らしてしまって、どんどん曇らしてしまって、だからそれがじゃあいい品格ができるかっていうとね、自己防衛なエゴの鎧を着ているから。だから私たち本質の人になる修行をしていくと、こう自然に慈しみの心が出たり、こう理解の心が出たりね、自然体になってすごく演じないでね、そのまま純粋でね、素晴らしいクオリティになるのかなって、そういう疲れを取ってね、ストレスを取ってね、今にいるっていう修行をプラスしていくとね、すごいいい品格の人になっていくのかなって。いろいろお仕事をしなくちゃいけないからお仕事をして、それもそういう愛を盛り込んだり知恵を盛り込んだりするといいこう判断ができてね、でこういい結果が出ると思うんですね。お仕事も早く成功を見るっていうかね、そういうものを積み重ねていくと、こう余計なことをしないでね、自然体でなんかすごくこだわってね、気を使いながら生きるとか、そうじゃなくて、ね、楽に生きられる。楽っていうのがね、こう人が見てね、平和になる。なんかその人を見てね、すごくなんかこう安心がにじみ出たりね、だからそういうね知恵が湧いてくるとするとね、無理にこう頑張って生きてきた姿を見るとね、なんかこう嫌悪ほどじゃないけど、何かね、あんまり心地がいい、安心できないものがね、あんなに頑張らないとならないのかみたいなね。だから品格っていうものがこう自然ににじみ出る生き方をそうやってみんなが本当の自分に出会うっていうヒマラヤの秘境のね実践をしていただくと、こうなんかこうリセットを毎日していくのでね、こういろいろなこう誤解とかも消えてね、で相手を許したりとかね、感謝したりとかね、疑いが晴れてね、毎日毎日こうお掃除をしていく、見えないところをきれいに整理整頓していくみたいな。そうするといいものがどんどん出て、で自分がそういう本質のね人になっていく、それが品格なのかなって、真の品格をね磨いてっていただきたいなって、そんな考えでぜひやっていただきたいと思います。